こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は出し惜しみ感ありすぎですが換気扇です。壁に穴を開けると怒られるのでドアに穴を開けます。こうなんのワゴンセールでついつい買っちゃいました。少々壊れてましたが修理して使うことにします。去年の夏にこれも展示品処分で買った高速切断機、9000円で売ってたのでお得でした。 NM4 のタンデムシートにくくりつけて持って帰ったので物騒なものが乗ってるなと見られた方は違和感があったかと思います。ということで換気扇を固定するためにワンバイ材で木枠作り、高速切断機の刃を木材用に変えていざ切断。これなら正確に素早く切断できそうです。少し話が変わって今までが扇風機を改装した簡易換気扇だったので換気能力も低く場所も取ってたためなんとかならないかなと思ってたんですが、年末セールで激安2000円で買えたのでつけるしかない勢いで作業しております。うまく作業場内をマスキングすれば簡易ブースが作れそうです。そしてもっぱら最近は地震対策や棚を作ったりしてました。いや NM4 のカスタム案もしっかり考えてますのでもうしばらくお待ちください。では切断。切断ハンドル固定用のチェーンと切り込みストッパーが接触して切断ハンドルが途中で止まってしまうトラブルがありましたがなんとかうまくいきました。この調子で切り出しします。楽に切断終了しました。それにしても切りくずの飛び散りがすごいことに掃除が一苦労です。切り出し完了。木枠を作って換気扇をはめ込んでみました。ぴったり。我ながらうまくいったと自分で自分を褒めたたえました。ここまでは順調な感じ。さてこれが問題のドアです。ホームセンターのアングルを使ってドアに換気扇を組み込めるようにしてみようかと考えてるおっちゃん。アングル2本を溶接して裏から押さえ込む感じにしてみよう。換気扇はこの辺りにつけてみようかな。鉄材を切断するために切断砥石に交換。砥石固定ピンをスライドさせながらなかなか固定できません。なんとかピンを固定してボルトを外せるようになりました。この砥石が最初についてた切断砥石です。305mm なので大きい。砥石を組み込むのは外すのと逆の手順で固定のピンが入らず延々とガチャガチャやってるおっちゃん。固定できたらあとは簡単。がっちりと締め込んで終了です。軽く回してブレがないかチェック。ブレなし OK。 それでは枠組みを作るためにアングルを適度な長さでカット。軽くアームを下げただけで切断できました。さすが高速切断機。良い仕事をしてくれます。
切断面も綺麗。今までの苦労は何だったんだろうと思いました。けれど高速切断機が使えない複雑な箇所は今まで通りグラインダーでお役御免とはなりません。続きまして、換気扇をドアに固定するためのボルトの穴を開けます。そこで前回作った改装した激安ドリルスタンドの出番です。下穴を開けずにドリルしましたが、ちゃんと穴は開きました。楽ちん。力加減に少し容量がいる感じです。同じ箇所に穴を開けるときに良い感じでした。あとは裏から挟み込むための鉄材の切り出し。穴を開けたらボルトを差し込み溶接して固定します。おっちゃんの旧来の相棒安いドリルもまだまだ使えます。グラインダーもまだまだ現役。ちゃちゃっとした処理をしたらこの穴にボルトを溶接します。眩しいので注意してください。前回の動画の半自動溶接機まだうまく使えませんが、ちょっとした溶接ならできるようになりました。 SNS で道具を自作されてる方がいたので、おっちゃんも何か作ってみたいなと最近ふと思ったり。溶接はこのくらいにして次へ。ぴったり。ドアの強度もアップしました。笑い。木枠もぴったり。次は緊張のドア破壊。ペンで印をつけてグラインダーで一気に切り込みます。あーつまよ、失敗したらごめんなさい。そう言いながらもおっちゃんは躊躇なくドアを切り刻むのでありました。ちょっと暗いです。ライトで照らします。老眼にはきつい作業でした。なんだか曲がってきてる気がする。いや、曲がってます。おっちゃんの心が曲がってるからでしょうか。きっとそうです。切ること自体は簡単でしたが、おっちゃんの心の歪みまで計算するのを忘れていました。ということで省略。開いた穴に木枠をセット。換気扇もセット。夜になる前に急いで塞ぎました。知らない人と目が合うと怖いからです。化粧カバーをかぶせると換気扇っぽくなりました。ちゃんと裏のフィンも動作してます。まずは一段落。このままではただの換気扇なのでフィルターをつけてみます。ベルクロテープを使ってエアコン用のフィルターを貼り付けます。長かったので切って使用しましたが、二重でも良いような感じでした。巻き込まれないと良いのですが。それではスイッチオン。若干の吸い込みはありますがフィルターは無事でした。新しくフィルターのカバーを作ってみたい気もします。錆止めも施さなければ。何にせよ NM4 のカスタムパーツを作れる環境が整ってきました。次にダイソーとかで売っているマスカーテープを用意します。フィルムの先にテープがついてるのでマスキングに便利なフィルムです。マスカーテープを使って周りを囲ってあげれば簡易ブースの完成です。もっと幅が広いマスカーテープを使えば何回もマスキングする手間が省けるので良いかもしれません。使わない時にはくるくる巻いておけばまた再利用できます。では今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。